こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、新牧場オープン早々10分ほど、トロッコ連続運転してみたら、ちらほらとフェンスの上に羊毛を見かけました。アイテムロスと時間や前回のハサミ使用回数、羊毛の回収数から試算したら、フェンスに乗る羊毛は 8% ほどのようです。微妙に気になるわね。対策は容易なんですよね。フェンスに土ブロックを乗せるだけですから。でも羊がフェンス近くにいるとブロック置けないので、羊を誘導しながら行うことになります。作業時間に見合うものでしょうか。最近悩んでばかりね。まあ実は、湧き潰しの時と違って、新牧場はあまり燃えるものがありません。何かこれじゃない感があるんです。さて前回は、羊牧場の半自動化計画の続きで、羊がグループ行動することに感銘を受けつつ、どうにか新牧場オープンにこぎつけました。つまり、命名うるさかったのね。現時点での取引材料は、小麦と羊毛がラージチェスト半分といったところです。あとラージチェスト1杯分ね。さて新牧場は一段落したので、次に取り掛かるのは畑の改築です。現在の畑は、水源ブロック1つからの水で賄える、17×8 の畑が8箇所あります。すべて小麦が取れたら1088個収穫できますが、おおむね9割育ったところで収穫してしまうことが多いです。それで、水バケツで収穫できるようにするんだったわね。で、畑に手を入れ始めたばかりで、再びラグさんに登場されてしまいました。また畑をいじっている時ね。こうなるともう偶然とは考えられず、おそらく私のパソコンは、小麦アレルギーなのだと思います。意外と羊毛アレルギーかもしれないわよ。さて、大した手間をかけずに作れるものとしたら、こんな感じでしょうか。シンプルな形ね。新牧場と違って、この畑はしっくりくるものがあります。自分ではなんでだかよくわからないのですが、多分製作しやすさかなと。それにしても細かい作業をするときには、シャベルの効率強化法は早すぎて不便です。それでついつい素手掘りしてしまうのですが、かといえこのためだけに別のシャベルを作るのも。つまり、横着して素手で掘っているのね。さて次は、さらなる利便を追求して無限水源を用意し、小麦が一箇所に集まるようにと、溝の左右に水を流してみたのですが、逆流しているわね。まあ改良すればなんとかなりそうですが、これは不採用です。そもそもいちいち水源4箇所配置するのはだるいです。そして、走行している間に羊毛が生え変わったので、羊毛狩り作業に戻ります。つまり、生え変わる合間に畑改築していたのね。なお現時点の牧場はいくつか問題を抱えています。その一つは、割とハサミが空振りすることが多いことです。なので連続運転で4回目で、やっとハサミ使用回数が収束してくるんですよね。ハサミを向ける向きとかあるのかしら。多分フェンスの木に阻まれているのだと思います。そしてもう一つの問題は、連続運転の最後に、羊毛拾うだけの運転をしないとならないことです。直前の運転で、トロッコの後ろにこぼれた羊毛を拾うためね。まあ収束後なので、そう多くは取れないので放置するのもありかもしれません。一応アイテムロスとの5分以内に運転再開すれば取れるわね。まあ色々考えてはいるのですが、やはり鉄を節約しながらでは、しっくりくる牧場を作るのは難しいのかもしれません。されど鉄を集める手間まで考えると、やはり鉄の量は抑えないとしっくりこないかも。要するに、良さげなバランスではないと思っているのね。さて、畑に戻って収穫テストですが、まあ問題はありませんでした。簡単な構造だものね。あえて言えば畑の上にガラスを置いて、水をまく場所を一箇所にするのも良さそうですが、まあこのままでもいい感じです。ともかく高地を歩く道のりが、これで半分となりました。最初からこう作っておけばよかったです。本当に。
で、順調に畑を次から次に改築してたら、問題となったのはここからです。これをどうしろと。ひょっとして、隣の畑の日当たりを犠牲にして、水バケツが使えるように土を並べろとでも？何昔のテリーに切れているのよ。いやでも、これはいくらなんでも不格好です。私のマイクラのプレイは、マイクラ人生は、こんなものではダメなんです。一体何を言っているのよ。そもそもマイクラというのは自由に満ち溢れており、私が求めるままにプレイできるのが魅力なんです。時には採掘を楽しみ、時には冒険を試みて、時には研究に没頭し、そして時にはゾンビにビビるものなんです。ビビるんだ。まあでも隙間はなさそうなので、あるじゃないですか。さっきシャベルで直線に掘ってて溝に落ちなかったのに。スレスレで畑の高地ブロックに乗っていたのね。まあともかく、畑は1ブロック横にずらしてしまいます。でも、その作業時間に見合わなそうだけど、いいの？いいんです。今はただ、そういうしがらみはかなぐり捨てて、刹那的に生きようと思います。そして1ブロックずらし完了。まあ時間がかかりましたが、後悔はありません。それは良かったわね。そしてその後、6分ほどして、後悔し始めました。1ブロックずらししないとならない畑がまだまだあったんですよね。忘れてました。まあ見た感じ1箇所だけよね。いえ、この畑を横にずらせば、さらに奥の畑にひっついてしまうんです。というわけでさらに奥の畑も横に。この辺りからだるくなってきました。ここでやめるのも自由じゃないの？私のマイクラ人生にはそんな選択肢はありません。ひとたび計画を決めたら邁進するのみです。そして着手してから50分ほどで、ようやく全ての畑が改築し終わりました。単に収穫と種植えしてただけだったら、15分だったわね。ちなみにこの時収録が長引いており、でもこの収録中に済ませたかったので、合間の羊毛狩りを省いていました。で、鬱憤ばらしにかぼちゃを素手で取っておきます。まあ村人取引の上限解除には使えるわね。その後はぼちぼち我に帰って、日課の羊毛狩りをこなしておいて、ラージチェストが5段ほどまで溜まったところで、力尽きました。当面の目標数の半分は超えたわね。そしてゲーム再開。やばいです。再開前にホッパーを調べていたら、なんだか超楽しそうです。ホッパーはまさに羊毛狩りのためにあったんですね。鉄を節約するんじゃなかったの？まあとりあえず、手持ちの余ったレールと、拠点のインテリアのホッパー使って実験です。羊毛が生え変わる待ち時間があるのでちょうどいいです。でもまあその前に、少しだけ羊の繁殖をしておいて、新牧場の横幅のブロック数と大体合わせておきます。つまり1月、草ブロック1つということね。と、無事に生まれていますよね。この状態を無事と言えるならね。あとは出発前に少しだけ日課を。最後の羊毛回収のみの運行中は、インベントリ見て休んでます。簡単なクラフトならこの際に。目がチカチカしないで済むわね。さて、では久々ながらピラミッド拠点に戻ります。また引っかかったの？またと言われても、新設田舎暮らし拠点で引っかかるのは初めてですよ。引っかかりカウンタがリセットされるのね。さて、まじまじと見たのは本当に久しぶりです。昔は大量の精錬を自動化できないものかと組み立ててみたのですが、経験値が取れなかったんですよね。あれ、またラグ？ここ最近ひどくなっているわね。まあほぼ一瞬だったのであまり気にしないでおきます。お、かまどは吸い込まれていたようです。で、一晩寝てからもう片方に取り掛かったら、ここからますますおかしくなりました。ホッパーがホッパーを吸いません。共食いは避けたがるようです。うおー、なんだ、種を明かせばただのものが現れる手品でした。その手品の種は何なのよ。
まあ気を取り直してかまどを、ラグ中に設置物が消えるのは珍しいわね。で、ホッパーの中に入っていたかまどは一つだけです。先ほど消えたかまどは、ラグの中に吸い込まれていったようです。つまりなくなっていたのね。そしてホッパー含め、もろもろのアイテムを持参して再出陣したところで、今回はここまでです。なお、この辺りまで進んだところで原木を忘れたことに気がついて、拠点に戻ることになります。記憶が吸い込まれたのね。まあパワードレールを通過したあたりで、何をやっているんだか。いや今豚はトロッコからちょっと離れてたと思ったのですが。まあでも大丈夫、さっき拠点で予備のトロッコを持ってきているんです。といったところで、では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。